わ、こっちにもまた敵の CV が入ってきたか。もうやってられない。まだや。まだうちと葵は負けてへん。お姉ちゃん。わざとらしいわ。なんやそのダサいドラマにありそうなセリフは。皆さんこんばんは。ことの葉葵です。皆さんは知っていますか？ウォーノとは全てのゲームの根源であり、ビッグバンと共に誕生した忘れられし究極の RTS であることを、私のお姉ちゃんが古代妄想を語るようになってしまった。葵、うちには見えるんや。人類が一堂にウォーノをプレイする、あの光景が、そのくらい人気なゲームだったらよかったんだけどね。あ、でも新しい DLC が来て若干人が増えたよ。せや。2つの首都防衛師団が追加される DLC やな。ロンドンとモスクワや、DLC の名前もキャピタルディフェンス。そのまんまだね。あと言っておきたいことがあるんや。DLC は要素を追加するわけちゃうから、ウォーノ気になってる人は DLC とか気にせんでええからな。ウォーノの人口を嘆くあまり、お姉ちゃんが随分親切に、まるでうちがやべえやつみたいやん。そんなことないってば。それで、今日は何の師団を使うの？キャピタルディフェンスで追加された第二親衛機械化狙撃師団や。モスクワを守護する再生衛師団やな。やった。今回もソ連の師団だ。やっぱりお姉ちゃんも社会主義の優越性を分かって、それじゃあ師団の解説をしていくで。ゲーム的には攻撃にも防衛にも向いた師団って扱いやな。またお姉ちゃんが勝手に解説を進めてて悲しいんだけど、この師団はタマンスカヤとも呼ばれてるよ。タマちゃんって呼ぼうか。せやな。タマちゃんはソ連の政府中枢を守るために作られた師団や。それだけに装備も訓練も整ってる。つまり、ソ連内部にも裏切り者がいるかもしれないってことだよね。もう誰も信じられないよ。まあ、ウォーノにおけるタマちゃんについて見ていこか。歩兵はレゾルート補正がかかってるから撃たれ強いな。見るからに強そうな装備してるよね。硬そうなヘルメットとか防弾チョッキつけてるし、重くないんやろか。戦車枠もとっても強力だよ。機械化師団でありながらゲーム内最強の戦車が使えるね。ウォーノで一番高い戦車やな。戦車砲の貫徹力はエイブラムスの方が上なんやけど、強力な ATGM を積んでるな。航空戦力も強力だね。優秀な戦闘機とコスパのいい高速爆撃機。エアータブはこんな感じやな。機種はちょっと少なめやけど優秀な部類やと思うで。前回もシギント属性がついてるユニットを紹介したけど、この属性持ちのトラックも使えるよ。25ポイントだし、敵の位置を探るのに便利だと思う。足の速い AA が使えるのも魅力やで。射程距離はそこまで長くないんやけど、機動性に優れるのが特徴的やな。逆にお姉ちゃん、タマちゃんの弱いところは何だと思う？せやな。全体的に初動から前半戦がしんどいところやな。性能はええんやけど、戦車は高いし、FD 持ちの歩兵もおらんからな。一番安い戦車でも200ポイントかかるもんね。装甲も18で、性能もめっちゃ優秀なんやけどな。初動で出すにはヘビーやで。こんな感じかな。これがタマちゃんの編成だね。結構バランス重視かも。歩兵は6枠、戦車は5枠までアクティベーションポイントが1やから、余裕を持ってデッキを作れる師団やと思うで。あとは偵察枠に振ってるね。最初は攻撃機を入れてたんだけど、偵察ハインドを2機にして運用してみてるよ。意外と編成の幅は広い師団やと思うで。歩兵師団と戦車師団の間がタマちゃんって感じやな。それじゃこのくらいにして早速実戦に行こうか。 CM やでことの葉ウォーノー。試合開始や。今回もスノーウォルフィーさんを読んだで。今回の相手はソ連の76だね。空挺師団でとにかく歩兵の質が高いのが特徴だよ。 BMD3 の存在はタマちゃんにとって脅威になるやろな。30ミリ砲は歩兵の天敵やし、強力な ATGM も搭載してる。連度の高い歩兵も強力なのが怖いところだね。普通に戦ったら絶対に勝てないからね。ヘリがないのは76の明確な弱点やけど、戦車を一撃で吹き飛ばす LGB とかエアーは強力やな。次に作戦計画だね。これが主要な道路を大まかに示したものだよ。相手が空挺師団やってことを考えると、初動はそこまで前に出せへんよな。偵察部隊が敵と接触せずに前進できる距離は限定的ってことだね。それでお姉ちゃんのプランは左翼を押したいところやけど、大量の ATGM で包囲されそうやから怖くてな。右翼や、あえて右翼を押すで。リスクは高い気がするけど、局所的に優位を作り出せれば勝算はあるもんね。せや構成軸の両翼には部隊を配置して、重要な地点には守備隊を置くで。センターの市街地にはできるだけ浸透したいところやけど、歩兵ユニットの精密で的確な操作が重要になってくるよね。これが初期配置やな。戦車は出さずにグレネードランチャーと RPO を中核に配置してるで。
あとは ATGM と偵察部隊で可能な限り有利なポジションを取りに行く感じだよね。せや、あとは焦らんことやな。ほな、早速試合開始や。本気で来てよね。ハインドを突撃させて歩兵を浸透させるで、あえてハインドを強行着陸させて敵の AA を回避するっていうね。後続が来るまで時間を稼げればいいんだけど。しまった。ちょっと大胆すぎたやろか。相手歩兵の突進を防ぐには至らんかったな。歩兵隊も市街地に突っ込ませるで、歩兵隊ごとやられなくてよかった。なんとか間に合ったね。あとはうちらの歩兵が押し勝てるかどうかやな。 RPO に弾があるうちは優位に戦えると思うんやけど、 RPO でどうにかコヒージョンを稼ぎつつ建物に対して有効なグレネードランチャーで押し切りたいところだね。 BTR も側面に回して少しでも勝利に近づけるで。あとは GL がちゃんと撃てる位置に移動せんとな。だいぶ有利になってきたね。敵歩兵は士気が崩壊してるし、これはチャンスかも。敵歩兵が撤退してる。森にいる偵察歩兵も ATGM を倒してくれたし、これは流れが来てるかもな。お姉ちゃん、左翼が崩壊してますけど、あかんな。手前の拠点にまで来とるし。あ、お姉ちゃん今左翼から目そらさなかった？ちゃうわ。今のうちに右翼を叩かんと左翼も取り返せなくなるやろ。2部隊、右翼の敵歩兵を倒したんやけど、増援が次々とやってくるな。でも、撃破のチャンスだよ。相手側の増援路は狭まってて、こちらの火力を集中させやすいからね。せやな。ちょうど UAV も落とせたしな。戦闘機が落としてくれたね。HP は2しかないのに、レーダー持ちの AA だと傷一つつかないから厄介だよね。速度も200キロしか出ないのに不思議だよな。AA にも当たりづらい気がするし、さっき倒せたのは運が良かったで。相手の戦闘機も撃墜したね。76の防空は戦闘機に依存してるし、大戦果じゃないかな。右翼の市街地戦でも優勢やから、このままセンターも取りたいな。あとは左翼やけど、うちには秘策がある。これや。えらいやろ。それ、ただのゴリ押しじゃない？どうや。でも、敵の封鎖を突破するにはこれしかないよね。ヘリも投入したんやけど、相手の AA に落とされちゃったな。ヘリの投入はちょっと早かったかも。でも相手はプラス4ポイントだし、焦っちゃうよね。このままやと、残り8分でゲームオーバーやからな。でもそうはさせへんで。手前の拠点は取り返すことができたね。これで相手のポイント収入も止まるはずだよ。ただ、すでに1100ポイントも差がつけられてるのがあかんよな。戦力を可能な限り増強して、このまま左翼を押したいね。左翼の側面は取ってるから、相手も防衛しづらいはずだよ。防衛する場所が多くなれば、相手も効果的に守るのが難しくなるやろからな。もちろん、逆のことをされる可能性もあるけどね。でも、防衛には自信があるから大丈夫。相手のシード機が飛んできたな。急いで AA のレーダーをオフにしてるんやけど、間に合わん。搭載してる対レーダーミサイルも超優秀だからね。機体の ECM も 60% だし、シード機の中では一番強いよね。AA は全部まとめて、キー割り当てしておくべきやったよな。HE の爆撃機を飛ばして、森にいる敵歩兵を一掃するよ。敵は下がってるから、撤退先に手動修正して、命中や。でも、森の BMD3 は AT がなくて対処できひん。BMD3 はヘリで抑えようか。センターの側面の安全は絶対に確保しないとね。最右翼の森は安定したから、ハインドを中央に呼び戻したんだけど。あれ？なんかおるな。GSR 持ちの偵察歩兵か。こんなとこにおるのは予想外やったで。あそこにいたら全部見られちゃうからね。ハインドのロケットを撃ち込んで排除するよ。左翼にも攻撃を仕掛けて圧力を加えるで。相手の守りを崩すには何度も攻撃するしかないな。ハインドが敵の AA を食らっちゃったね。ちょうど戦闘機も飛んできたな。うちも戦闘機を飛ばして迎撃するで。シードの攻撃も受けたけど、奇跡的に当たらなかったからよかった。敵戦闘機も倒せたで。ハインドは落ちちゃったけど、でも、あの戦闘機は重要なユニットだから大戦果だよ。戦闘機隊突撃。最左翼からぐるっと回って、
制空権を奪取するよ。地上部隊を支援するためにも爆撃を加えるで。相手の戦闘機が活動できない今がチャンスや。地上の部隊もなかなか突破口が開けずにいるもんね。でも相手も長くは持たないはずだよ。砲爆撃で消耗させて一気に蹴りをつけるしかないな。前線には戦車も到着しつつあるし、準備は整いつつあるはずや。CV とともに戦車を突っ込ませるで。ウォーノの最高級戦車が2両や。相手の航空機が来てるね。スモーク焚いて下げるしかないか。ちょうど戦闘機が再補給中なんよな。一機でも迎撃に向かうで。すごい航空機の数だ。でも無事 CV が左翼の拠点に入ったね。戦闘機が落ちちゃったな。左翼の側面に回ってきてる。敵の BMD3 もかなり厄介や。シード機が解凍したからレーダー AA をオンにするよ。これで防空の状況が改善されればいいんだけど、 CV が入ってプラス1ポイントになったけど、これじゃあ追いつけないな。 CV が相手の砲兵にやられちゃったね。76の砲兵は地味に強いから厄介だな。案ずるな、我が妹よ。後続の戦車 CV で再占領して敵 CV も叩けばええんや。お姉ちゃんって変なところで自信が出てくるよね。戦車 CV が入って再占領中なんやけど、敵の CV が見当たらんな。どこかのタイミングで倒せてたっぽいね。撤退したとも思えない。このまま敵を湖に追いやるよ。相手も航空機を出してきたな。うちも戦闘機と爆撃機を出撃させるで。相手の AT が突入して戦車 CV に攻撃したけど2発とも外れたね。よかった。ヒヤッとしたよ。お姉ちゃん、今ミスしたでしょ。大丈夫や葵。もっかい攻撃すれば大丈夫なはずや。大丈夫やったやろ。そうだねお姉ちゃん。どや左翼の拠点は落としたんだけど、ポイントが足らないから奥の拠点も攻撃するよ。残り6分しかないからな。最左翼の拠点も落とさないと負けてまう。かなりギリギリな戦いだよね。最後まで厳しい戦いだ。右翼がまずいんだよな。増援は送ってるんやけど残り時間があかん。相手よりも先に最左翼の拠点を取りたいところだけど、相手に先を越されたな。でも大丈夫や。間に合う。お姉ちゃんが自己暗示し始めてしまった。でも最左翼の拠点にもこっちの CV が入ったし、なんとかなるはず。幸いなことに右翼の敵は少ないな。なんとしてでも勝利をつかみ取るで。うわ、こっちにもまた敵の CV が入ってきたか。もうやってられない。まだや。まだうちと葵は負けてへん。お姉ちわざとらしいわ。なんやそのダサいドラマにありそうなセリフは。最右翼の拠点を取り戻してポイント収入がプラスに転じたな。これだけだと不十分やし、最左翼の拠点も取り切りたいところや。革命の最前線へ向かうのだ。同志諸君よ。圧政に苦しむ民衆を救うのだ。世界革命万歳。プロレタリアート万歳。うちの妹が赤すぎる。もうどうすりゃええねん。ポイント的にもプラス6になったね。これでスノーウォルフィーさんの1165ポイントよりも上回るはずだよ。よし、やったで。勝利や。かなりギリギリな戦いだったから最後まで緊張するね。せやな、葵。キルレシオでも完全に同一やし、かなりの接戦やったな。ウォーノでもここまでの接戦は珍しいよね。勝利した実感がまだ湧かない。そりゃまだ時間経ってないからな。葵のおかげで勝てたで。お姉ちゃんってば今日はやけに素直だね。やだ、どうしちゃったの？